皆さん、こんにちは。よしえです。今日も私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。はい。今日はちょっとさっきショックなことがあったんですよ。大したことではないんですけど、美味しいみかんを昨日買って、すごく美味しいなと思って、明日も食べたいと思って置いておいたんですよ。で、さっき食べようと思って見たら、カビが生えていました。カビが生えるっていうのは、白い毛が生えていたんですね。はい。で、昨日のうちに食べておけばよかったと思って、今すごくショックを受けてます。はい。で、今日はそのカビが生えたことをきっかけに、食べ物が悪い品質になってしまうっていう表現について皆さんと話をしようかなと思います。はい。さっき言ったんですけど、カビが生えるっていうのは、青い毛が生えたり、白い毛が生えたりすることですよね。例えば、パンとか、みかん、あと、いちごとかはよくカビが生えますよね。見た感じで結構品質が悪くなっていることがわかるのがカビです。はい。カビの菌がついて、それがね、成長してしまって、毛が生えてくるっていう感じです。はい。あとはもう一つカテゴリーとしては、腐るっていうカテゴリーがあります。はい。腐るのは、品質は悪くなっているんだけど、目ではあんまりわからないですね。目で見るだけではあんまりわからないものが多いです。でも、匂いが変わったり、味がおかしくなったりするので、食べる前に気づけばいいんですけど、食べて、腐ってるね、これ、みたいなことになります。はい。この、カビるか腐るか、だいたい食べ物はどっちかですね。はい。で、この、カビてるねとか、腐ってるねって、どっちかを言ってもいいんですけど、どっちもの表現を忘れてしまった場合、両方の意味を含んでいる表現もあります。はい。それが、まず一つ目。いろいろあるんですけど、まず一つ目は、ダメになる。はい。ダメになる。ダメっていう言葉は、良くない、悪いっていう意味で、ダメ自体はいろんなことに使います。子供が悪いことをしていたら、ダメだよそれって言ったり、例えば、やっていた料理が美味しくなかった時に、こりゃダメだねって言ったり、いろいろダメ自体は使うんですけど、ダメになる。ダメじゃなかったものがダメになるっていうこのダメになるという表現は腐るとかカビるという品質が食べ物の品質が悪くなった時に使います。はい。例えば、もうこの牛乳ちょっとダメになってるねとか、昨日作ったカレー、冷蔵庫に入れるの忘れていて、ダメになっちゃったね、とか、いう風に使います。はい。で、次が、痛む。はい。痛む。傷っていう漢字を使って、痛むっていう風に書くんですが、これも、腐るとか、カビが生えるっていう、両方の意味を持っています。とか、例えば、リンゴが下に落ちてしまって、それが、リンゴがぐしゃって
なったら色が変わるじゃないですか。はい。で、その色が変わった部分が傷んでいる状態です。なので、傷んだ部分を切って食べようとか。まあ、それ以外にも、例えば、なんだろうな。まあ、いちごの半分が柔らかくなって傷んでいるので、半分だけ切って取り除こうとかですね。そういう風に使えます。はい。あとは、まあシンプルに悪くなる。食べ物が悪くなる。っていうのが、まあ結構一般的に使います。まあ例えば、このケーキもうちょっと悪くなってるから食べるのやめようとかですね。はい。そんな感じです。なので、もしカビるとか、腐るっていう言葉が出てこなかったら、ダメになる、傷む、はい、ダメになる、傷む、悪くなる。はい、この3つを覚えておくと使えるかなと思います。はい。じゃあ、この食品の品質について、もう一つ皆さんと話したい内容があって、それが賞味期限と消費期限です。はい。日本のね、食品には、この賞味期限と消費期限のどちらかが書かれていることが多いです。賞味っていうのは食べる、味わうっていうことなんですけど、美味しく味わえる期限のことを賞味期限って言います。で、消費期限っていうのが、ここの期日までに消費してください。品質が悪くなる前に食べてくださいっていう期限のことを消費期限と言います。で、この賞味期限と消費期限、どういうこの表示の基準？どういう時に賞味期限って書いて、どういう時に消費期限って書くのか。私もね、知らなかったから調べてみたんですよ。そう。そしたら、賞味の方がゆっくりと品質が悪くなるもの。だから例えば半年間は美味しく食べられるんだけど、その半年後ぐらいからちょっと早めに食べてくださいね、みたいな。もう結構長い時間かけて食べて大丈夫なものが賞味。で、例えば、魚とか肉とかケーキとか、卵とか、そういう結構すぐに悪くなるものが消費期限らしいです。はい。でね、結構日本人はこの賞味期限気にする人が多くて、だから賞味期限が切れてしまったら、まだ食べられるかもしれないけど、お腹壊したら怖いから捨てちゃうみたいな人が結構多いんですよ。そう。でも、やっぱりまだ食べれるかもしれないから、それを捨てちゃうと食品ロスになりますよね。そう。だから、今結構いろんな自治体とかで、賞味はまだ捨てなくってもいいので、できるだけ自分の目で見て食べられるかを確認して捨てないでくださいっていう指導をしているところもあるみたいです。そう、私もね、消費期限は結構気にするんですよ。食べるとお腹を壊すことも結構多いので、牛乳とか卵とか、特にすごくお腹が痛くなってしまったり、もっと悪くなる病気になってしまうようなリスクがある食べ物は割と消費期限で捨ててしまいます。でもね、賞味期限はまだまだ食べられるものが多いので、あんまり気にしていないです。そして、実は賞味期限も消費期限も記載
表示していない食品もあります。これは法律で、これは表示しなくてもいいですよって決められているもので、例えばお塩とかお砂糖、あとはアイスクリームとかですね。氷とか。誰がどう見てもすぐにね、品質が変わらない。ずっと何年も置いておいても品質が変わらないものは表示しなくていいらしいです。そう、これもね、知らなかったらしいです。はい。皆さんの国では、この賞味期限と消費期限っていうのが違いがありますか？それとも一つですか？もしくはその期限とかを書いていなかったりもするんですかね？ぜひ教えてください。もちろん、この期限とか関係なく結構カビてしまうのが早い食品とかもありますよね。パンとか、実際今私が生活していて、パラグアイはね、湿気が多いので、消費期限書いてるんですけど、その期限よりもだいぶ早くカビてしまうこともよくあるんですよ。だから結局はやっぱり自分の目と自分の鼻と自分の口、舌を信じてね、チェックするしかないのかなって思います。はい。皆さんの考えとか、皆さんの国のこと教えてくれたら嬉しいです。はい。では、この動画が面白いね、いいねと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価、そしてインスタグラムのフォローもお待ちしております。では、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。